放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第41話、雪山の奥に英雄の残機を。雪深い山を登るにつれて、空気は葉のように冷たくなり、息をするたびに肺が凍りそうだった。白銀の世界は一見静寂に包まれている。だがその奥に潜む危うさは誰もが肌で感じ取っていた。ここから先は村の者でもめったに立ち入らないわ。セレスが足を止め、鋭い視線を雪峰の奥へと向ける。地形が不安定で雪崩も多い。危険は承知よね。もちろん。ユーマは白い息を吐き、短くうなずいた。英雄の盾本当にあるのならこの目で見てみたいにゃ。イーナは頬を赤く染めながら笑う。その声は冷たい風の中で小さく弾んだ。3人はまたすらに雪を踏みしめて進む。セレスがぽつりとつぶやいた。言っておくけど、毎年ここを歩き回ってる私が見つけられなかったのよ。そう簡単に出てくるはずが、その言葉を遮るようにイーナが耳をぷくりと動かした。わ、待って、なんか聞こえる。凍てつく風の合間にかすかなガラガラという低い音が混じる。次の瞬間、頭上から雪の塊が崩れ落ち、斜面の一部がざくりと裂けた。なだれか。伏せろ。ユーマがリーナを抱き寄せ、セレスはとっさに地面へ手を突き立てる。瞬間、鋭い氷の壁が隆起し、3人を覆い隠した。高温が大地を揺らす。まるで山そのものが崩れ落ちてくるかのような圧力。雪は巨大な獣の方向のように空気を切り裂き、氷壁へ幾度も叩くつける。白い衝撃が続けざまに押し寄せ、社会も音もすべて奪っていった。息が詰まりそうになる。ユーマは歯を食いしばり、氷壁がくしむ音に耳を澄ませた。もしセレスの魔法が一瞬でも遅れていたなら、今頃ここには誰もいなかっただろう。やがて地鳴りのような轟が遠のいていく。セレスが荒く息をつきながら氷の壁を解いた。目の前に広がるのは雪崩によって削られた新しい斜面。谷底からは氷塊が砕け落ちる音がかすかに響き、ゆく煙が漂っている。危なかった。イーナが小さく息を吐く。頬に触れる雪は冷たく、まだ鼓動が早かった。セレスはしばらく雪の流れを見つめ、唇をかすかに動かした。頬の端をかすっただけよ。中心部にいたら私の氷壁なんて紙みたいに潰されてたわ。その言葉にユーマとリーナは息を飲む。今の雪崩でさえこの山は本気を出してはいない。そんな実感がじわりと背筋を冷やした。ゆく煙がゆっくりと晴れていく。崩れた斜面の下層がむき出しになり、岩肌がさらりと音を立てて崩れ落ちる。するとその奥、雪の層がえぐれた先に黒とした縦の裂け目が浮かび上がった。あれ、イーナが耳をぷくりと動かし、首をかしげる。セレスは眉を寄せ、一歩踏み出した。雪崩で雪が削られたのね。でもこんな奥に彼女の声が途切れる。最初はただの岩の割れ目かと思った。だが影は次第に形を広げ、縦長の裂け目として浮かび上がる。そこから漏れる風は氷の匂いとは違う古びた鉄の匂いをはらんでいた。まさか彼女の瞳に確信とイフが交錯した。洞窟だ。ユーマが腹部つぶやく。セレスも目を細め、なんてこと雪に隠れていたのねと小さく息を漏らした。3人は慎重に足を進め、洞窟の奥へと入っていく。つららが林立する薄暗い空間。足音が妙に大きく響く。イーナが耳をくくりと立てた。ねえ、聞こえない。ユーマも息を殺す。確かにキーンキーン遠く。しかし確実に金属がくしむような細い響きが壁を伝って伝わってくる。音は奥からまるで導くように。それは
性ではない。もっと弱く、もっと儚く、壊れかけた鐘の残響のようだった。セレスがつぶやいた。これは盾の死に耐えた声。彼女の声は低く、どこか悲しげだった。3人は無言で進む。つららの間を縫い、凍てついた水たまりを避けながら、響きは次第に弱くなり、まるで力を失っていくように途切れがちになる。やがて通路は急に開けた。そこに雪と土に半ばうずもれるように一枚の大盾が横たわっていた。長い年月の間、凍てつく氷と湿気に蝕まれていたはずなのに、不思議とその輪郭だけは力強さを保っていた。これがユーマが息を飲む。もはや盾としての形は保っていない。だがその重厚内傷と刻まれた紋章がただの鉄くずではないことを雄弁に語っていた。セレスが近づき目を細める。信じられない。確かに村に伝わる紋章だわ。英雄が使ったとされる盾でもこんな場所で朽ち果てているなんて。ユーマは盾を持ち上げ、雪に反射する光の中でじっと見つめた。壊れてはいる。しかしどこか生きているような感覚。かすかな鼓動を指先が感じ取る。セレスは険しい表情のまま続けた。昔の人々はこの盾が雪山そのものの力を縮すと信じていたわ。雪崩や氷嵐の力を受けて強さを増す。そんな伝承もあった。でも今の姿を見ればただの錆びた鉄くずにしか見えない。その声には失望と疲れがにじんでいた。結局村を救う力なんてもう残ってなかったのね。こんなんじゃ何の役にも立たないわ。だがユーマは黙ってしゃがみ込み、指先で盾の表面をなぞった。冷たい鉄に触れた瞬間、背筋をいなす間のような感覚が走る。違う、まだ終わってない。リーナが首をかしげ、どういうことをと問う。ユーマは立ち上がり、洞窟の出口に広がる斜面を見上げた。感じるんだ。この盾はまだ息をしてる。ユーマは盾を胸に抱き、目を閉じた。雪山の力をくらいよみがえる。それが伝承の真実だ。盾の意志が俺を呼んだんだ。次の雪崩を真正面から受け止める。盾を抱えて中心へ飛び込む。その言葉にセレスは凍りついたように振り向く。雪崩をどうして、何のために。正気じゃないわ。あの規模の力をまともに受けたら盾どころか身体ごと押しつぶされるだけよ。それでも俺はやる。ユーマの声は静かで、けれど一点の迷いもなかった。セレスは食い下がる。意味がわからない。私は何度もこの山で命を懸けてきた。雪崩は大地そのものの起こり、鳩の力で抗えるような相手じゃない。しかしユーマは盾を両手で握りしめ、深い息を吐いた。俺には進化の力がある。この盾をよみがえらせる。セレスは眉を細める。聞き慣れない言葉に戸惑いを隠せない。進化、何を言っているの。ユーマは微笑を浮かべた。抗うんじゃない。受け入れるんだ。この盾と一緒にな。ユーマのこと、信じていいよ。この人は未来をつかむ力を持ってるにゃ。リーナの無邪気な笑みの奥に揺るぎない信頼が宿っていた。私も一緒に行く。リーナが続ける。セレスが目を向いた。何を言ってるの。二人とも分かってるの。そんな真似をしたら雪崩に巻き込まれるだけだわ。しかしリーナは笑みを浮かべ、首を振った。ユーマと一緒なら平気にゃ。その笑顔にセレスの言葉は途切れた。二人の覚悟が白い糸とともに空へ溶けていく。セレス、お前の力が必要だ。ユーマの声にセレスは唇を噛んだ。雪崩を操るなどセレスの魔法の極致。制御を誤れば命を落とす。それでもこの瞳を見て拒むことなどできなかった。ユーマは右手をかざし、指先から小さな光を召喚した。
間の使用は凍傷や意識喪失を招く危険がある。セレスは玉木を手に取り、手のひらの中で見つめた。氷霊のささやきがかすかに耳の奥をくすぐる。これを人間が作ったのを彼女の瞳に驚くと敬意の光が感じる。いいわ、受け取る。この力であなたたちの望みに応えてみせる。氷霊のレンズを腕に装着した瞬間、風が渦を巻いた。髪が舞い、空気そのものが凍りつく。氷の精霊が遠くで歌っているようだった。なるほど、理解したわ。正しい命を捨てるつもりで構えなさい。私の絶氷魔法はこの山を揺らす。セレスが両手を掲げ霊唱を始める。霊気がほとばしり、洞窟の天井からつららが伸びる。レンズの輝きをまとった手のひらが青い光を放ち、山肌へと突き刺さった。轟き、大地がくしみ、谷全体がうなりを上げる。雪と氷が振動し、斜面の奥に巨大な裂け目が走った。白銀の山が牙をむく。ゆく塊が浮き上がり、音を失った世界にただ圧倒的な轟音だけが響いた。雪崩、それは雪ではなかった。氷河そのものが崩れ落ちるような本流。大気を押しつぶし、大地を飲み込み、すべてを白く塗りつぶす死の鳩を来るぞ。ユーマが叫ぶ。ユーマ。言い流せに重なり、その手を重ねる。二人は並んで迫り来る雪の本流を見据えた。世界が白に飲まれる。彼らは逃げなかった。ただ真正面から雪崩の中心へ